どうも、ボタニカリスティクスです。今日はフィカス紹介やりたいと思います。フランスゴムですね。はい。フィカスルビキノーサですね。でね、ここにいるんですけどね。ほら、すごいもう軽いから簡単に見せられるんだけど、いい曲がりのいいフランスゴムですよ、これ。ちょっと葉っぱね、クローズアップして動画を撮ったんで、どうぞ。はい、これがうちのフランスゴムです。形がいいです。曲がりです。いや、いいですね。葉っぱがちっちゃくて可愛らしいです。ちょっと軽くね、これちょっと拭いてあげるとすごく綺麗になると思うんですよ。そうね。裏側は、これあっちか。赤い機能、そんな話もちょっと後でします。そうですね。本当にね、茂ってるんでね、この後でちょっと話すんですけど、よく風を当ててくださいじゃないと、みたいな話をちょっと後でします。はい。そんな感じですかね。以上です。はい。ありがとうございました。フランスゴム、そういえばやってなかったんですよ。うちになかったんですよね。フランスゴムの雪は紹介しましたよね。大好きなんですよ。で、その雪の原型ですよね。雪の原型のフィカス・ルビキノーサ。これがこいつです。ちょっとね、考察シリーズネタになっちゃうんだけど、なんでフランスゴムっていうのかって知ってます？これね、なんと、フランス人が最初に見つけたからです。はい。ただそれだけです。フランスに自生してるとか、そういうことじゃないんですよ。原産はね、オーストラリアかな。オーストラリア原産の、フィカスをですね、フランス人の、植物学者、分類学者がですね、見つけて名前を付けたというところですね。最初に付けたのはルビキノーサなんですよ。で、その後ね、いろんな変遷があるんですよね。いろんな人がね、これはこうだとかね、フィカスもちょっと分類、いろんなのがあって、ちょっとね、いろんな名前が付いてるんですけど、やっぱりね、ずーっと一番最初に付いたルビキノーサがね、そのね、地位を守ってますね。それで、なんでルビキノーサって。で、なので原種は、僕らの見てるこのルビキノーサ、フランスゴムってこういう感じなんですけど、野生の原種にはね、この葉っぱの裏に赤サビ色の産毛がついてることになってるんですよ。そもそもそのルビキノーサっていう言葉がね、その語源、そういった意味なんですよ。赤サビ色の。それ僕らのね、慣れ親しんでるこのフランスゴムにはね、あんまないと思うんですよ。これちょっと見てたんで、やっぱりないかな。なんかね、赤い産毛っていうのはね、やっぱちょっとこれにはなかったかな。で、それでね、ちょっと調べていくと、フランスゴムには毛のないタイプと毛のあるタイプと2種類あると。で、原型の方はこの毛のあるタイプだったんだけど、毛のないタイプって一応ね、枝分かれみたいなのがね、あるっぽいんですよね。そういう風に分けてるっぽいんですよ。で、僕らがその流通しているフランスゴム、日本で流通しているフランスゴムは毛のないタイプだということなんですよね。で、ちょっとね、海外とかのいろんな文献、ちょっとどっちかというと売り物のフランスゴムというよりはね、植物分類学的な文献とか、そういったものを辿っていくとですね、ルビキノーサって見つけるんだけど、この葉っぱじゃないっぽいのがね、結構載ってるんですよ。それ確かに裏に赤い産毛みたいな、そういうの紹介してたりとかするんだけど、画像検索でルビキノーサって探していくと、いつかたどり着くと思うんですけど、その文献とか見ていくと、葉っぱの形もちょっと違うんですよね。この葉っぱの形がね、ジャンボリーフの形に似てる。だからもしかしたらフランスゴムって最初に見つけたその野生のね、原種のルビキノーサってジャンボリーフなんじゃないかな。ジャンボリーフってフランスゴムの仲間って言われたりするけど、そうじゃなくて、ジャンボリーフの方がもっと古いというか、ジャンボリーフこそがルビキノーサなんじゃないかってね、僕はね、ちょっとそんな感じでね、睨んでるんですよ。かといってね、じゃあ日本に流通しているジャンボリーフの葉っぱの裏側はどうなのって言われたら、確かにそれもね、別に赤サビ色の産毛がついてるかって言われると、ちょっとって、なかったかなってちょっと思ってますね。だから葉っぱの形の話だけ見てるんですけどね。
さっきも言ったように、だから最初ルビキノーサで、その後いろんな名前があるっていう話はしたじゃない？いろんな話があって、で、結局ルビキノーサが今、残ってると、ちゃんとね。だけどさ、ジャンボリーフとか、あの辺とかも、ちゃんと品種、ルビキノーサないでもいいけど、ちゃんとね、分けてあげた方がいいんじゃないかなと、ちょっと思いますけどね。そうですね。はい。でね、はい。で、このね、フランスゴムなんだけど、曲がりの仕立てですごくいいんですけど、成長がね、あんまりね、早くないっていうイメージはありますね。やっぱね、葉っぱがね、すごい茂ってるんで、もしね、フランスゴムね、買いたいと思ってる人に、ちょっと一つのアドバイスというか、助言というか、注意というか、ちょっと心配した方がいいというか、そんなにビビらせることじゃないんですけど、ビビってほしくないんだけど、貝殻虫がね、つきやすいっていうね、それはね、ただね、全然、対策すればね、なんてことないんですけど、貝殻虫が注意する理由はね、やっぱり葉っぱがたくさんね、ついてるから、葉っぱが茂っているんで、なんていうの、貝殻虫がね、こういうね、環境好きなんですよ。葉っぱがたくさんあると、隠れるとこたくさんあるんで、風が来ないとかね、そういった理由があるんですよ。なので、貝殻虫がつきやすいっていうのが、ちょっと僕のイメージですね。フランスゴムで割とついちゃうなっていうイメージがありますね。だけど、その対策を取ればね、いいんですよ。貝殻虫対策としての薬剤を利用するのもいいし、あとはやっぱり風だと思うんですよね。で、風はね、重要ですね。ちゃんとね、風が当たるような環境に置いてあげれば、それだけですごい対策になります。なんかどうしてもね、いろんな、フィカス並べていくとですね、滞留しちゃうんですよ、風が。特に部屋とかだと、風が通らないというか、ドヨーンとした感じになっちゃう。で、いろんな植物を置いてると特にそうなんですよ。で、そうすると風が起きなくて、で、貝殻虫が、何らかの原因で、運んできちゃうかわかんないけど、ついちゃって、そうすると増えちゃうという心配があるんで、風だけね、ちゃんとしてればね、僕はね、大丈夫だと思ってるんですけどね。そういう環境に置いてあげる。でこれね、フランスゴムだけじゃないんですよ。葉っぱたくさんついてるやつは特にそうです。で例えば葉っぱがたくさんついてるって言ったら、ベビーリーフとか、ああいうのもそうです。あれも結構注意が必要ですね。ガジュマルコンパクタがね、言われるやつね。であとね、葉っぱの大きさ、関係ない。ちっちゃいのがたくさんっていうわけじゃないけど、例えばね、アポロとか、ピカスエラスティカアポロね。アポロとかも葉っぱがちょっと複雑な形してるじゃないですか。うにゃ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 って。隙間とかに貝殻虫が入り込むと、ちょっと厄介なんですよね。なので、ああいうのもちょっと注意して、全部もう風をちゃんとね、与えるっていうのが大事かなと僕は思ってます。という感じですね。すごくこのフランスゴム、久しくね、フランスゴムうちになかったんですけど、やっぱこうやって改めて見るといいですね。やっぱ、可愛いとかね、ちょっと僕もね、結構もういい年なんでね、可愛い可愛いって言ってちょっと気持ち悪いかもしれないんですけど、可愛いですよ。いいじゃないか。だって。で、とにかくね、ちっちゃい葉っぱがたくさんついてるっていう感じがね、いいですね。ベビーリーフは同じようにちっちゃい葉っぱたくさんついてますけど、あれはね、可愛いというかね、かっこいいっていう感じなんですけどね。シュン、シュン、シャー、シャーみたいな。こっちはね、シュワ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 、シュワ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 みたいな。シュワシュワとかシャーでわかんないね。でもね、そんな感じ。どんな感じだよって。こんな感じですよ。見たでしょ？すごくね、いいんでおすすめです。これあっての、そしてフランスゴム雪ですからね。これね、二つね、並べるとね、結構またね、フランスゴム雪とフランスゴム、すぐフランスゴムの葉っぱがちょっと不入りになったのが雪っていう感じでもないんですよね。ちょっと遠い親戚みたいな風にも見えたりするんですよね。幹の感じかな。ちょっと離れてる感じ。そんなのもね、ちょっとね、ぜひお店でね、見つけたら見比べてみてくださいよ。楽しいですよ。今日はそんな感じですかね。はい。今日はピカスルビキノーサ、通称フランスゴムの紹介でした。はい。ではまた。